空が青いな。そろそろ太陽パネルが欲しいな。はい、おはようございます。今日は4月の6日日曜日、はい、ということでね、今日も天気が良くなりましたんで、はい、引き続き初売り動画となります。はい、大変申し訳ございません。はい、3個目の、基礎、を初っていきたいと思います。最後の基礎なんで、はい、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。2月。はい、こちらね、トマトの水耕栽培なんですけど、なんかだいぶ汚れてきたんで、ちょっと水を一回交換したいと思います。ということで、一回ちょっとね、離脱してもらいます。はい、だいぶね、根っこが伸びて、はい、立派になってきましたね。このサニーレタスが全然茎が伸びなく、徒長してなくて、素晴らしいのか素晴らしくないのか分かりませんが、そしてね、このサニーレタスがね、紫になってるでしょう。これはね、LED のライト、太陽光が効いてる証拠だそうでございます。はい、近所のおばちゃんから朝ごはん食べなさいっていうことで、おむすびとお稲荷さんとサンドイッチをいただきました。いつもありがとうございます。すいません。はい、特等席。はい、ということでね、水耕栽培の方ですね、順調に育っております。で、畑のね、野菜たちも、順調に育っております。でね、まだね、暖かくなったり寒くなったりね、なかなか気温が上がりませんので、これでね、気温がガーッと上がってくると、野菜たちも元気にね、育っていくというふうに予想されますので、今年の夏はね、収穫楽しみでございます。はい、ということで、いよいよ初力をですね、短いのから長いのに交換しまして、だんだん先っぽがねすり減ってきたんでね、交換しながらやっております。この発力もね、これ電気の発力なんですけど、エアのね、もう一つ強力な発力、これはねエアの発力があるんですが、よくレンタルでね、エアマンとかいうね、コンプレッサーの、付きのやつでエアで発るという発力がこの上にですね、大きい発力として、あるんですけれども、それねすんげえ強力なんですよ。はい、で強力なんですが、ちょっとね、重くてですね、はい、
こう持ち上げるのが大変なんですよね。でそのかわし、バンバン外れますんでね、強力なんです。ただね、細かい外りとかが、苦手でございまして、バンバン外っていくっていうだけであればエアマンの方が楽なんですが、やはりね、細かく外っていくとなるとこの電気の外り機の方が、非常に小回りが効いて、楽でございます。ただね、少しずつしか外れませんのでね、はい、ちょっと時間はかかりますけれども、ということでね、いよいよね、最後の一つとなってまいりました。はい、この日もですね、何か、天気がですね、ちょっと、朝はね晴れてたんですけど、お昼近くになってきましてですね、急に雨が降ってまいりまして、はい、でまた午後になったらね晴れたんですけども、ちょっと気温的には上がらずということで、ちょっと風が冷たいのかなという感じでございます。そしてね、休憩を挟みながら、初っておりますが、映像ではね、簡単に初ってるように見えますが、意外とこれまた大変なんでございます。でね、結構風が強いんですよね。はい。そして、細かくとにかく初るということでね、また初売りの動画を見ててもねつまんないでしょうから、またつまんない話をしたいと思います宇宙の話ですね宇宙の話は評判悪いんですけど、はい、また宇宙の話をしたいと思います。月の話なんですけどね、月は地球の、軌道を、公転しておりまして、月がですね、日本だけなのかもしれませんが、うさぎがね餅つきをしているなんていう形に見えると、いうのが日本人はよく言います。でね、月の表面というのは、いつもですね、同じ方向を向いてるっていうのをご存知でしょうか。うさぎのね、形した、月の向きしかですね、地球に見せてないんですよ。はい。でも、月もですねわずかに自転しているわけです。そして地球も自転しているわけでございます。ですので、お互い自転しているのであれば、月の裏側を見れてもおかしくないんじゃないかというふうに、思ったんですけれども、実はですね、地球から見る月というのは、表面しか、常に、見えないのでございます。はい、多分皆さんね知ってる方は知ってるかもしれませんが、そんなことあんのかいと、知らない方はね思われると思いますが、実はですね月というのは表面しか見ることができないということで、裏面は、観測できないということで未知の、星と言われておりますが、なぜ、片面しか見れないのか、裏面は見れないのかという疑問は湧くと思いませんか？はい、そんなの知らねえよっていう人も多分いっぱいいると思うんですけども、
私にとっては非常に不思議なことでございまして、なぜ月のね裏側が見えないんだろうというのは、不思議に思っておりました。でね、まあいろいろ調べたわけでございますよ。はい。そしたらですね、どうやらですね、月の形っていうのは、わずかに楕円形になってるらしいんですよね。はい。そしてですね、月と地球の間では引力が働いておりますので、月は常に地球の周りを回っているということで、楕円になった月というのは、その引力に引っ張られてですね、まるで磁石の S 極 N 極のようにですね、その楕円の出っ張ったところですねが、地球に、ロックされてしまってですね、はい、ずっと、地球側に向いていると、そういうからくりがあるんでございます。でそのからくりの名前を潮汐ロックということだそうでございまして、でなんかやっぱりなんか不思議だなということで、そんなことあるのかなと思ってちょっと調べたんですが、まあ、宇宙の中ではですね、比較的、よくある、現象だそうでございます。はい、他の惑星でもあるんだそうでございます。で引力で引っ張られてるんでね、常に同じ側を向いてるということで、この潮汐ロックというのはですね、意外と普通なことだそうでございます。はい、ということで、月はね、を見ると日本人はですね、うさぎが餅つきをしていると、常にうさぎがいるんだというふうに、言い伝えられてありましたけれども、これはね日本人だけらしいですね。はい。外国人の方に聞くと、そんなことねえだろうと、うさぎなんかいねえよというふうに、言われるんだそうでございます。はい、そしてねいよいよ初売りの方は終盤を向かっておりまして、はい、だいぶ、塊がなくなってきましてですね、はい、平らになってきました。はい、初ってね最後の柄をどけますと、あら不思議フラットになりましたね。はい、ということで、いよいよ終わりに近づいてまいりました。終わったー。終わったー。終わったー。はい、ということでね、どうやら終わったようでございます。はい、3つあった基礎がね、はい、なくなりました、すべて。はい、そしてね、平らな土間が出てまいりました。はい、ご苦労さんでございましたね。はい、よく頑張った。よく頑張った。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。やっとついに、裏のね基礎3つ、
全部初売り終わりました。ありがとうございました。長い目ということで、いやー、やっとなんとか終わりましたね。本当にね、いや疲れました。はい、ちょっと舐めてました。はい、1日2日で終わるだろうなと思ってたんですけどね。はい、思ったよりちょっと硬くて大変でした。はい、これね、コンクリ走ったことある人だけ分かると思うんですけど、はい、結構大変なんですよね。はい、しかも古いコンクリートは硬いです。はい、モルタルとかコンクリ打ったばっかでね、数ヶ月とかね、短い間でしたら柔らかいんですけどね。はい、ということでなんとか終わりました。ありがとうございます。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで本日もありがとうございました。終了。